まず自分がこの仕様で気に入っているところが色なんですけれども、黒と青と白のフェードになっているんですね。その3色フェードっていうのがすごくやっぱり技術的にも手間のかかる仕様になっていて、自分がこのフェードとあとこのスパークルがついたこのキラキラ感がすごいいいなと思った最初のきっかけは、2012年のブルーデビルスが使っていたパールのスネア、黒と白のフェードに、スパークルキラキラしたものがついているんですけれども、そのスネアを見て強さとか立派さとかそれだけじゃなくて美しさとか綺麗さみたいな、そういうその印象を持ったのが初めてだったんですね。なのでもし自分が、一つスネアを持っているとしたら、そういうスネアが欲しいなというふうに考えました。サウンドについては、太いか鋭いかだったら僕の中では鋭さだと思っていて、そういう意味ではパールの今自分が使わせてもらっているスネアもそうですし、パール全般のスネアの音もそうなんですけれども、すごいなんて言うんでしょう、鋭さ、とか粒立ちが綺麗とか素直さ、透明感みたいな、そういうイメージがあって、自分が出す音を誤るとすごく自分の作る譜面、自分の思い浮かぶイメージがやっぱり変わってきちゃうっていうのが自分の中の一つの心情としてありまして、できる限り無駄のない音、洗練された音っていうのが欲しくて、それをいろいろ探った結果、自分はそのパールのカーボンコアっていう一つの結論にたどり着きました。なんでそういう音が出るかっていうのをいろんなそのパールのスタッフの方に聞いたんですけれども、その特徴の一つっていうのがこのエッジリングっていうのにあるみたいで、このエッジリングのその作り方もいろいろあるみたいで、その中でもパールが作っているその作り方はしっかり加熱をして熱を通して加工しているっていうところが強みらしいんですね。でそれをすることで強さというか、もう頑強さっていうんでしょうか、それがすごくやっぱりパールのそのスネアの音につながってるっていうのを聞いて、自分の中ですごく腑に落ちたんですけれども、それをすることでちゃんとその耐久性が強かったり、例えば割れたりするなんてことはパールでも聞いたことがないんですけれども、そういうその安心にもつながってるっていうのが自分の中で一つ大きな驚きでした。さらに自分がその指導をさせていただいている中で、そのパールの楽器のストレイナーが変わるっていうその瞬間に立ち会うことができたんですけれども、今までのその従来のそのストレイナーでももちろん十分に機能している中で、その機能をそのままに軽量化を実現できたっていう、もうかなり画期的なシステムらしいんですね。もうこれのおかげで楽器のその重さが本当に軽くなったっていうのはなかなか実現できなかったことだったので、自分の中では一つ大きな瞬間に立ち会えたかなというふうに思っています。自分は小学3年生から先生に誘われてマーチングを始めて、で中学校は吹奏楽部、もうマーチングみたいに背負って歩いてではなくて、もう本当に宝島を演奏したり鍵盤をやったり、本当に座奏の吹奏楽部をやっていました。で高校で横浜ロビンズさんでプレーをしていて、でその後アメリカでいろいろ活動していたんですが、自分の中で一番充実した時間を過ごせたっていうのが、中学時代なんですね。でもうその時はもうずっと吹奏楽部にいる時からマーチングでもう世界一を取るっていう一つの覚悟を持ってやっていたので、
その周りがいろんなその鍵盤の練習だとかそういうのをしている中で、僕はもうひたすらパッドに向かってたんですね。そのスティックもうワンペアともうゴム板でもうひたすら8を叩いてるみたいな。なので逆に自分にとってはもうそれが自分のやること全てだったので、そこで一つ大きな革新というか考え方というかそういうものを作れたかなというふうに考えています。同じような質問をやっぱりいろんな方からも聞くんですけれども、例えば英語は意外と困らなかったんですよ。もちろん最初は何を言ってるかわからないという状態から始まったんですけれども、やっぱり、聞き取りやすい英語を話してくれる友達もいたり、英語に関してはもうとにかくそんなに大きな壁にはならなかったんですけれども、一番驚いたっていうか発見があったのは文化の違いだなと思っていて、それはその国と国の文化の違いだけじゃなくて、そのマーチングに取り組むその姿勢っていうんでしょうか、その考え方の文化もやっぱり違うなと思っていて、例えば日本はすごい教育というんでしょうか、全員が同じように達成できるものをすごい目指しているイメージなんで、できない子がいないようにというか、みんなが同じようなことをできるようなイメージがすごい自分の中では改めて見直すと思うんですけれども、一方そのアメリカで特にマーチングをやるっていう時には、その教えるとかそういう感覚ではなくて、もうやってみようで、できたらやった、できなかったらじゃあどんまいじゃないですけども、いろんなものに触れてって、いろんな考え方が、生まれている文化っていうのがもう日本では絶対に味わえない一つの新鮮な経験でした。日本でやっぱりやるときに自分が同じように考えているものだと思ってたんですね。例えば自分がその世界一を目指したように、みんなもやっぱり同じように目指しているもんなんだろうっていうふうに考えてたんですけれども、やっぱり世界一を目指すっていうのももちろん一人の考え方であって、例えばマーチングを通じて例えばいろんなことを学んでみたいだとか、一つの表現をしてみたいだとか、人間として大きくなってみたいだとかね、いろんなそのことを考える人がいるっていうことに気づけたのは、アメリカでのそのやっぱり衝撃は一つ自分の中で大きなきっかけになったかなというふうに考えています。実は日本でパールは実は使えてなかったんですよ。その小学校から中学校から高校生の時にも使ってなかったんですけれども、なぜか高級感とか、なんか洗練されたとか透明感とか、なんか素直さみたいな、そういうイメージがすごいありました。で自分がその通っていた高校が神奈川総合高校というところなんですけれども、そのたまたま自分のその高校の隣の駅にもう関東では有名なマーチングセレクトショップがあって、なのでもうそこで絶対に自分はスネを買うんだと決めてたんですけども、もうなぜかパール一択だったんですよね。もうなんでもう今ある後ろにある楽器もその高校1年生の時に買った思い出のスネになっています。大会の後とかでもいろんなやっぱり話をする中で、自分自身も聞いて一番経験することっていうのが、音がよく抜けてくるっていう言い方になるんですかね。すごい自分が好きな音でもある鋭い音、通り抜けのいい音っていうんでしょうかが、例えば大編成の何人もブラスがいて、もう音の壁がそのバッテリーのパーカッションの前にあるような状態でも、
ちゃんとそのタカタカタカみたいなその音の粒がしっかり聞こえてくるっていうのがもう何よりのパールの一番の魅力かなというふうに感じています。例えばパールの楽器を使っていてわからないところとかここはどうやって使うのが正解というかどうやって使うものだったのかとかなんでこの形になったんだろうみたいなそういう疑問があった時に普通そのメーカーの人に聞く機会ってめったにないんですよね。それをすごくパールのスタッフの方はいろんな話をやっぱりしていただいて話を聞くだけじゃなくて現地にも来ていただいたりして直接楽器を見て教えていただいたりもうずっと使えば使うほど楽器がより好きになっていくっていうんでしょうか。その人のパールの楽器だけじゃなくてもうパールを通じて人としてもすごく魅力を感じる瞬間がたくさんありました。30年後のマーチングの未来自分の中では一番そこが一つの大きな、到達点なんですけれどももしその30年後のマーチングの、未来っていうんでしょうか例えば指導の仕方がすごく整理整頓されてどんな初心者の子でもやっぱりいろんなもう難しいいろんな音楽をすぐに演奏できる環境だったり例えば優秀な指導者がたくさんいたり優秀なプレイヤーがたくさんいたりそのマーチングがその日本の中で一つの文化としてすごい認められている存在になっている、いろんなその理想があると思うんですけれども自分はその中で一つ何かを実績を残したいなっていうふうに思ってはいます。一番自分が得意な部分は今の現時点では指導になってくるんですね。でその指導をもう現地でもちろんいろんなメンバーにいろんな言葉もかけるんですけれどもできる限りそういう言葉をいろんな方にも聞いていただきたいなと思って今は一つの教則本を書いています。その教則本が、どれだけの人に読んでもらえるかはわからないですけれども自分がその充実したマーチングを過ごせた、一つの、きっかけというか価値観というかそれをアメリカで試してみて実際に通用した、実績といいますか自信も自分の中ではすごくみんなに伝えたいなというふうに思っている部分があるのでそういった指導の部分で大きなものをできればなというふうに考えています。自分も含めてプレイヤーだったり、指導者だったり、いろんな人はやっぱりそれぞれの立場でできる限りこのマーチングを良くしていこうって動いている人がたくさんいると思うのでぜひパールの皆さんにはそういった人たちがより夢を持てるような素晴らしい楽器を作っていただきたいなというふうに思っています。Pearl, the best reason to play drums.